意味のない人生だよ。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望と共に優しく寄り添っていくネガティブチャンネルにようこそということでね。さあ、今日はね、不安と恐怖ですよね。不安と恐怖についてね、一言言いたいですよね。そう、唐突ですけれどもね。とにかくね、私は何でしょう、一年に何回か、休みの日に多いんですけどね、夜中に起きて、何か作業をして、で、午前中に寝るんですよ。そしてまた午前中に起きるんですね、何時間かね。このルーティーンを行った場合ね、結構な確率でなんかね、不安に襲われるんですね。不安というか恐怖というかね。そう、必ずそうなんですよ。午後過ぎまで寝るパターンとかね、ずっと起きてるパターンだと全然大丈夫なんですけど、ね、そう、昔からですよね。なんだろうな、子供の頃はそうではないけど、なんでしょうね、特に一人暮らしをしてもう10年20年、なんかこう1年にね、何回かこの午前中に寝て午前中に起きるみたいなねパターンの時にものすごい不安や恐怖に襲われる瞬間がありましてね。そう、なんて言うんでしょうね、すごく寂しいようなね、なんて言うんでしょう、とてつもなくこう身寄りがないみたいなね、一人ぼっちみたいな、そういうものすごい恐怖に襲われるんですけれど、皆さんどうでしょう、ね、そうするとね、なんて言うんでしょうね、どうせ人間は死ねば終わりだとかね、頭では分かってるんですけれどもね、終わりだとはいえね、なんかこう生きているという、まあ生かされているのか生きているのか、意味のない人生ですよね。そう、冒頭申し上げた通り、このね、なんて言うんでしょうね、自分が死ぬまでの間のこのね、なんか孤独だったりね、なんか頼れる人のいない何とも言えないね、恐怖に駆られるんですよね。不安というかね。そう、そして非常に落ち込むというかなんかね、本当に不安に襲われ、不安に震えるんですよね。そうね、とても嫌な気持ちになるんですよね。というね、そう、皆さんはどうでしょうね。めったに起きないんですけれどもね、私もネガティブをね、ネガティブマンっていうぐらいですからね、ネガティブを肯定する男としてね、そう、このチャンネルはね、まさに皆さんの絶望とね、絶望している人、苦しんでいる人、悲しんでいる人にね、それこそね、その不安や恐怖とね、寄り添っていくね、そう、いつもあなたのそばにネガティブマンがいますよと言っているんですけれどもね、そうね、振り返るね、正気に戻ると言いますかね、正気に戻ると、私ネガティブマンの周りにはね、寄り添ってくれる人がいないなと思って、なんて寄り添ってくれるコミュニティもなければ、なんかね、だってそうじゃないですか、親はもうね、一人だけだし死にそうだしね、兄弟とも疎遠であるしね、どっちかといえば全然頼りになりませんしね、依存とも違うんですけれども、なんでしょうね、そう、何より神様という存在が非常にね、助けてくれない、こ
全く当てにならない存在ですしね、なんて言うんでしょう、まあ国に頼ろうにもね、これまた冷たいですしね、結局なんかこう一人でねこう生きていくっていうことのなんて言うんでしょうね、不安ですよね。そうちゃんと死ぬ前から遺言をしたためたりね、弁護士に相談してね、遺体はこう遺骨はこうみたいなこともねしておきたいなとは思うんですけれども、なんかこう不安に襲われる時があって、すごいね悲しいというよりすごい恐ろしいんですね。恐怖なんですね。なんでそんなことになるのかよくわかんないですけどね。そう1年のうち何回かありますね。数えるほどですけどね。皆さんはそうなりませんか？そう思う時なんか人間ってやっぱり孤独なんだなとね、そういうね、それに襲われるのはこう自由な時間であったりする休みの日に多いんですけれどもね、まあ休みしかないですよね。そしてこうやってね労働を重ねていくと、そういう恐怖がだんだん薄まっていってね、こう普段のパンクな自分に戻っていくんですけれどもね。でもまあね、はっとね正気に戻ってしまえばね、確かにね僕にはなんかこう共に寄り添ってくれるね存在だったり、なんかね何にもないなっていうその恐怖がね、そうなんですよ。でもまあね、今そういう恐怖はないんですよね。そういう恐怖がたまにやっぱり襲ってくるんですね。それ以外はね、なんか地獄確定でね、死んだら地獄確定で、それに死ねばね、別になんて言うんでしょうね、別に誰にどう思われようとね、どうでもいいですしね、残したものもね勝手に処分すればいいと思いますしね。ただそういう不安とか恐怖に襲われている時って、なんかこうあれをしなきゃいけないなとか、これをしなきゃいけないなとかね、自分には何もないなとかね、なんかこうなんか妙にこう現状と未来についてこうね、なんかこう温かみがないなっていうことにね、非常になんて言うんでしょう、絶望してね恐怖を感じるんですよね。生きるっていうのはそれぐらい本当は怖いことなのかもしれませんね。怖いことなのかな。いきなりねなんかこう事故に遭ったりとかね、刺されたりとか、なんかね大病を患ってみたりとかね、もう全てをなくし、まあねもう全てをなくすことは人生で2回ぐらい経験してますから、別にねそんなにビビることでもないんですけど、なんかねそれに死にたいね、今まで言ってきた時期もたくさんあったのにね、なんだかこう恐怖を、あれだけの不安や恐怖を感じるとか、なんかどっかで生きたいのかなみたいなところもありますよね。別にいいじゃないかっていうね。だから何とも言えませんね。この不安や恐怖が襲ってくるっていう、こうなんて言うんでしょう、ある意味こう常にねこう隙を見せるとっていうんですかね。やっぱりこうね、普段ネガティブマンとしてね非常にこう世界に喧嘩を売っていくというね、世界を滅ぼすって言っている割にはね、なんかこうそういう隙間でやっぱり脅されるんですよね。自分自身に脅されるのか、自分の弱い部分に脅されるのかよく分かりませんけれどもね、
とにかく人生そのものにね、この世界に脅されるんですよね。そう、よくよく考えてみれば別に怖がることは何もないんですけれどもね。そう、もうおっさんですしね。これは若者なら怖いみたいなところあるかもしれません。別にね、いろいろと経験してね、うんざりしているのでね。そう、何も恐れることはないのにね、ふとね、そういうね、年に数回ものすごい恐怖に襲われる。そう、ついこの間のね、休みの日にものすごいそういう恐怖に襲われてね、悲しい苦しい気持ちになってね、なんかブルブル震えるぐらいにね、恐怖を感じたんですよね。そう、嫌ですね。何事かになんかこう脅されるんですね、人生っていうのはね。節目節目という言いますかね、こう隙を見せると不安に襲われて、恐怖に襲われてというのはやっぱり人生そのものに脅されてる、この世界のなんていうんでしょう、くだらない価値観みたいなものになんかね、ふと我に返って脅されるんですね。そんなものは崩壊すればいいんですけれども、なんかこうね、そういう普段のこう、なんていうんでしょうね、憎しみが湧かない時にっていうか、こう、なんていうんでしょうね、ふとした瞬間にね、これは意外とこれからね、無職になってみたりニートになってみたりすると、そういう意味不明なね、恐怖に襲われることが多くなるのかなとは思いますね。しかし私もね、そういうね、さああとは死ぬだけだっていうパターンはね、過去2度ほどね、経験しておりますので、もう大丈夫だろうと思うんですけど、1年に何回かこういう瞬間があってね、そういう時はね、ネガティブマンいつも皆さんに寄り添っていますけれど、皆さんが私に寄り添ってほしいな、そんなね、弱気な気分になります。そう、まあでも本当にね、友達も恋人も、そう大体ね、この間ね、知り合いの一人連れてってもらいましたけど、別にね、そういう知り合いにね、頼れるわけでもないですしね。そうなんですよ。なんかね、僕が死にそうになったりとかしたら遺言を実行してくれるようなね、または寄り添って手を握ってくれるようなね、家族も恋人も友達もいないなっていう、なんかそういうね、寂しさっていうものもあるんですよね、この恐怖の中にはね。孤独、だから時々孤独というものに脅されるのかもしれません。なんか精神的にっていう意味合いにおいては不安障害みたいな話にもつながっていくのかもしれない。なんかでもそんな感じでもないんですよね。1日2日経てば1日2日じゃないですよね。もう12時間後ぐらいにはね、いつものネガティブマンに戻りますんでね。それだけでもその半日ぐらいなんかこう嫌な気分になるんですよね。心の底から震えるようなね、嫌な恐怖感がある。恐怖感というよりもなんかね、一人だけこの世界に阻害されて右往左往せざるを得ない弱いね気持ちになるんですね。それが嫌なんですよ。結局何が言いたいかって、不安や恐怖ってね、全く意味がなくって、本当はね、そんなにビビることは何一つないんだよとは思ってても、なんか脅されるんですよね、時折ね。それがムカつくというお話でした。皆さんどうでしょう。私もね、ですからこそね、由美ちゃんと結婚したいのかもしれませんね。なんかね、看取ってくれる人が一人でもいてくれたらね、
ね、ダメな人生でもね、なんかそういう人いませんからね。なんかそういう寂しさも一つ原因なのかなって思いますね。とにかくね、生まれてこなければこんなね、嫌な気持ちで半日過ごすみたいなこともないわけですからね。反出世主義は正しいですね、そういった意味でもね。なんでいちいち人生を生きていく上でね、脅されないといけないのがもう非常に腹が立ちます。ということでね、それではね、脈絡もう起承転結もクソもない非常にね、曖昧もことしたね、ろくでもない話でしたけれども、でもね、それでも私ネガティブマンは皆様のね、そういう不安や恐怖ね、悩みや苦しみや絶望、悲しみ、怒り、憎しみとともに寄り添っていきたいと、いつもネガティブマンがあなたのそばにいますよ。そう、苦しい時は思い出してください。このね、薄汚い男。そう。それではありがとうございました。よろしければチャンネル登録、いいねボタン、コメントよろしくお願いします。世界を滅ぼす励みになりますのでね。それではまたお会いいたしましょう。ネガティブマンでした。